どうも皆さんこんにちは、のび太です。いつも見てくださってありがとうございます。ご存知の通り、父の日が近づいてきましたが、世界にいるすべての父親の方々、本当に尊敬しています。深い愛情を持って一生懸命育ててらっしゃる方々を見ると、本当に素晴らしい仕事をしているなと、もっと称賛されるべきだと思います。だからこれを見てるかもしれない自分の父親にもお礼を言いたいですね。今まで父親でいてくれて、本当にありがとうございました。ただ日本にいる父子家庭の方々が直面する問題に関しては、まだあまり知られていないというのが現状です。メディアの方も割とシングルマザーの方をフォーカスする傾向がありますので、ということで今回の動画がそれらを知るきっかけになれば嬉しいなと思います。ただまずはですね、この国にどんなシングルファザーの方々がいるのかを見ていきましょう。心配と不安しかなかったですね。その時は31？ いや、もう不安しかなかったですね。最初こそ大変やったですね、やっぱり。あれ持っていかな忘れるとか、もう頭の中常にこう、ぐるぐる回ってる状態。それが一番慣れる前大変やったですね。最初、そのちっちゃかった時、5歳になる前かな、ぐらいにやっぱりよう泣いてましたし、まあ小さい時はママって。もう今はね、かなり信頼関係もう愛されてるからチルドレンたちに愛されてるから多分大丈夫やと思うんで。シングルファザーになって変わったことだらしなかった部分もやっぱり子供たちおるから俺がやらなあかんって言うからパキパキやれるようになったし、まあ料理もそうですし、子供たちは今も自分でお風呂入ったりとかいろんな片付けとかも自分でできるようにやっとなってきたんで、それもちょっと楽になってきたかなと。考え方が大人になってきたかなっていう変わった。最初はやっぱりもう人のせいにしたりとか、なんで俺だけこんな思いしてるんやとか、そんなん多かったですね。周りに助けもらってばっかしで、どちらか助けたいタイプなんですよ。でも何もできないから助けられてばっかし、これがものすごい精神的に辛かったけど、まあだんだん大人になってきて、甘えれるところは甘えちゃえみたいな考え方も大人になったかなと思いますね。シングルファーザーになったらまあ離婚です。当時だから29歳。娘が生まれてほんと2週間とか。理由はね、これはちょっと相手のことがあるんで、尊重するという意味で。言うのは全然嫌じゃないんですけど。まあ離婚することに引き取るっていうのを自分から。そうです。僕はね、本当に自分がやっぱ子供時代、家族が楽しいっていう印象がすごくなくてですね。自分がその家庭を持ったらね、もう本当に楽しい家にしたいなって。ずっとそういう強い思いが。離婚した時にそれがやっぱ全部崩れたんで、すごい悲しかったんですけど、だからせめて、子供だけは幸せにしたい。忙しくて構ってもらえないみたいな、そういうのがそういうの全然ないですね。逆な時もあるぐらいです。なんかテスト勉強でこっち忙しいのに、ホタル見に行こうや、みたいな。いや、ちょっと今日課題があるから無理やって、みたいな。結構アクティブですね。外にお出かけするのとか結構好きで、一緒にいろんなことを経験した。お弁当が、ちょっと面白い。ケトル普通に保温ケトルで、一つがなんかそうめんで、もう一つなんかコーンスープみたいな。なんかコーンスープにつけて食べて、みたいな。これ合わへんねんけど。でもなんか、頑張ってはくれてたかなって思います。伝わってました。はい。僕は自分の母親じゃないかと思ってるんですよ、娘が。面倒見てもらったっていう感じで、実質物理的には僕が面倒見るんですよね。食事なり、送り迎えなり、世話なりとか。でも精神的な支えっていうのは、本当に娘がしてくれたと思って。熱いよ。おい、よくついた。熱いですよね。結婚したいな。何歳ぐらいまでにしたいですか？何歳ぐらい？でも20代後半30代ぐらいでは子供がいてたらいいなって理想ですよ。めちゃくちゃ理想なんで。お父さん見てるからっていうのもあるかな。家族って良くないですか？いや、切っても切れないってこういうことかってなんか思いますよね。まあ当時僕が21歳で、相手の方は少し年上の方だったんですけれど、あくる日こんな生活には耐えられないというふうに告げられた日がありまして、まだ離婚も成立してない時にいなくなってしまったんですね。で、行方不明になってしまって、しばらくした後に連絡が来て、離婚しましょうと、子供を引き取りたくないのでお願いできませんかというふうに言われまして、それで2つ返事で分かったと。サポートしてくれる実家の親とかにサポートしていただいたりとかもあったんですけれども、やはり主に
やっぱ自分と息子の2人の生活っていう中ですごい大変なことがたくさんありましたね。当時も僕もまだ20代前半だったので、友達がみんなまだ遊んでる人も多かった。自分はこう子供と2人暮らしで生活していかなきゃいけないっていうのが、もう僕はこの子供と2人で、その遊んでる人たちが悪いとかじゃなくて、環境の違いでこんなにも生活スタイルが変わるんだなっていうのはこう感じましたね。まずどういったきっかけでシングルファザーになる方が多いですか？見て本当に、一人親と一言言っても離婚、死別、あと未婚のシングルファーザーっていうのもいるんですよ。結婚せずにシングルファーザーになられるケースも、シングルファーザーと一言では言ってはいけないぐらいバラエティー豊かです。離婚に関してはなかなか馴染みがないかもしれませんけど、男性が DV を受けて離婚するっていうケースもありますし、不倫、死別についても突然死だったり事故死だったり、あとは自死ですよね。本当にそのいろんなケースがあるので、それぞれに悩みは違って、それぞれの何ですかね、交流の場所っていうのを我々設けてるという次第です。やっぱり見てて本当に大変だなと思うのは、娘を持つシングルファーザー、やっぱりどうしても娘だと思春期の問題だったりとか、あとはやっぱり体の問題、大人になるにつれて生理の問題だったりとか、自分が女だった経験がないのでわからない、どうしてあげたらいいかわからないっていうところで、相談っていうのが誰もできずにかなり孤立をしてしまってる。日本は今現状は単独親権の形をとってます。どちらかが養育するっていうのが一般的です。例えばおばあちゃんとかがいてくれたらまた良かったりするんですけれども、あんまりそうもいかないワンオペ育児をしている方々もおられるので、やっぱりコロナ禍で今虐待の件数が上がってしまってるっていうのはすごく残念なんですけれども、やっぱり孤立をしてしまって親の方の心の余裕がなくなって、そういったケースにつながっている多分背景としてあるんじゃないのかなというふうに思いますね。So let me share some of the other issues many single fathers in Japan are facing. Compared to the support for single mothers, there have been much fewer people, NGOs or city governments supporting single fathers. Actually, some cities in Japan only focus on single mothers. But this is not just about support. In the whole society of Japan, it's like single mothers definitely need help, but single fathers will be fine, right? I think that's a huge prejudice in Japan. Even though they make more money than single mothers on average, many are struggling financially and probably need more support. 支援をしている団体っていうのは数えるほどしかない。そういった意味で我々は、確かにレアかもしれませんし、シングルファーザーが苦労されるっていうのは、仕方ない問題なのかなと。When it comes to this, some people have been really trying hard to change it, but our Supreme Court upheld it, and this is going to continue in Japan. And there are still many single fathers facing discrimination or mistreatment. 子供を引き取る確率、子供を引き取る割合が男の人は少ないんで、多分そういうふうに援助しようとしてくれる方はいらっしゃるでしょうけれども、数が少ないとその分需要も少なくなるじゃないですか。だからまだそこまで至れてないっていうのが現状なんじゃないでしょうかね。When it comes to work, it's common that your employer doesn't understand your situation and demands you to work overtime as much as other employees. And because of that, you can't spend much time with your kids. And doing housework like cooking or laundry at the same time can be too demanding. Even nowadays, Japan still this kind of idea quite deeply, and that often makes it hard for single dads. 子供を育てる環境をなかなか理解していただけない社会にありますから、その中でやっぱり男の人が子供を育てるっていうところにおいて、僕はその時会社の社員でしたし、仕事も休めない。But this may be the biggest issue for them and getting serious recently. First of all, single fathers in Japan tend to keep it inside and don't share their problems with anybody compared to single mothers. And second of all, even if they want, there are almost no places or people around them that they can talk about their struggles. 特にシングルファーザーにおいては相談ができないですね。悩みができる相手がいない、そういった場所がそもそもないというのが問題で、社会的孤立から守る場所っていうのは必要だと感じますね。やはり誰も分かってくれないっていうのが最初はすごい多かったです。同じような境遇の方を見つけるっていうのは今まで一人も会ったことないですね。To make things worse, it often affects their children.
親がそういった悩みを相談できずに余裕がなくなってしまうと、やっぱりちょっとしたことで怒ってしまったりして叩いてしまったりして、やっぱ自己嫌悪に陥ってしまうっていう問題があります。一人親を孤立化を守るために活動してるんですけれども、実は一人親の子どもも孤立化を守るための活動をしてるんです。学校生活でいわゆるマイノリティなので、マイノリティはいじめの対象になりやすいので、そういった話多く受けてます。一人親の子どもって僕だけじゃないんだと、やっぱり他にもいたんだ、子ども自体も感じるっていうのがすごく大事ですし、それが子どもの心のサポートケアにつながっているというふうに感じますね。 When it comes to this, it might be stronger or harder for single fathers than single mothers in Japan. 子供が2人いてたら、旦那さんも子供みたいになって、子供3人いるよみたいなこと結構言う奥さん方っていらっしゃるんですよ。僕もいろいろ聞いてきて、果たしてそんな人が子育てできるのかなっていう、結構その辺は心配されましたね。大丈夫お子さんってストレス溜まってるん違うとか、ご飯はとか。シングルファーザーっていうのが恥ずかしいっていう気持ちがやっぱりあったんですよ。スーパーに買い物に行くとかもなんかちょっと昼間行ったらやっぱジロジロで、当時若いじゃないですか。なんでこんな20代の若者が赤ちゃん連れて買い物してるわみたいなんで、スーパー行くのも恥ずかしかったですね。やっぱり僕自身がそう思っちゃってるかもしれないですね。偏見とか誤解、誤解言うたら部屋汚いんやろかとか、料理できてないんやろうかとか、多分そんなこと思われても違うかなっていう。母親の愛があれば母親の愛が特別なんだよみたいな、すごい風習が強くて、で、父親が子供を育ててるっていうことを聞くと、みんなお母さんとかいた方がいいんじゃないのとか、母親の愛情をね注いだ方がいいんじゃないかとか、そういう風習がすごく濃いんですけれど、そこに男の人も女の人も差はないと思っていて、父親が家事育児をしないっていうのが日本のベースにあるので、だからそれをしてるっていうことですごいってなって、すごく心配がられたりとか、やっぱり男女に対する役割だったりとかがやっぱり根っこにある。お母様の人がなった時に、うちシングルファーザーやねみたいななった時に、ごめんみたいなのはあったりして、別にうちはそれが当たり前だったんで、そんな気にすることでもないのになーって、お弁当とかご飯一緒に食べるときにみんなで、お父さん料理とかその家事とかも結構やるんやなーみたいな。でもなんか意外と周りにもそういう似たような環境の子がいたりとかしたのが救いでしたかね。別に自分ってそんな特別ってわけでもなくて、いいんやなーみたいな、こういう家庭も全然あるよねーみたいな風に捉えてました。シングルファーザーである自分を、本当にその等身大の自分を認めることですね。で、そこが一番難しいと思うんです。シングルファーザーっていうのがちょっとコンプレックスなんですよっていうふうに言ったら、何も悪いことしてないじゃないって言われたんです。むしろいいことしてるんじゃない？そういうのがよいしょであって、自分をやっぱ愛せるようになりましたね。自分のやってることは、間違ってないなっていうのが、親自身が自分のことを愛せてなかったら、子供も生まれてきて悪いとか、そうだってお互いがマイナスのスパイラルはまるんですよ。いや、こんなこと言いながらも僕もやっぱり生まれてくるんじゃなかったってね、思う時はやっぱありますけどね。人間なんでね。でもそこをしっかり向き合っていけばね、いいと思います。会話を大事にしてるかなって感じですね、僕は。俺ちょっと今日あかんわ、ちょっと気分が乗らんわとか、全部出しますね。正直。全部出します。もうやっぱ楽、そっちの方が。やっぱいい親父でおらなあかんとか、強い親父おらなあかんとか、最初思いすぎとったけど、途中からもう素でおろうと思う。子供っていうより一人間として思うみたいな感じで接してますね、ずーっと。一人で子育てしていくっていう人に対して、何か還元したいんですよね。子供の DV 増えたりとか、ね、めっちゃ多いでしょ今コロナのせいで DV が、家庭の DV めっちゃ多ったみたいで、みんな何かしらストレスすっごい抱えて、保育所の数が少ないし、飲みに行きたいけど、ご飯行ってみんなとワイワイ行きたいけど、なかなか預けれない。お金払って預けてくれるけど、夜預かってるところ少ないし、バー的なもので、扉開けたら横には子供たちが遊んでるというか、バー兼託児所あるとか、例えばね、気兼ねなくみんな来れるような、ストレス発散できるような場所を提供したいなと思う。父子家庭になって夫婦揃ってる人とか見たら、あいつら幸せそうだなとか、悪い言い方ですけどね、私はこんな環境だから大変だと思ってしまうこともあるかもしれませんが、みんないろんな大変な思いをしている。表面上は幸せに見えるかもしれないけど、中身を覗いてみたらいろいろなことがある人もたくさんいるんで、僕は普通じゃないとか、子供に愛をあげれてないとか、そんなことにとらわれずに、まず自分ができることを
ありがたかったな。ずっとなんか、寄り添ってくれたことですかね。なんか、ずっと見守ってくれて、サポートしてくれて、一人じゃないってすごい感じましたし、片親の家庭っていうのを感じさせてくれなかったこと、なんか愛情いっぱい注いで育ててくれたことに感謝ですね。将来的にやっぱりパートナー作ってほしい。お父さんの好きなようにすればいいかなって、なんか新しいパートナー欲しいなって思うんやったら作ったらいいし、別に一人でもいいかなって思うなら一人でもいいかなって、好きなように生きていてほしいなって感じですね。なんか今まで私に尽くしてくれてた分、なんか今後はもっと自由に自分の人生っていうのを歩んでほしい。